男のブライダルタトゥー。はい、どうもこんにちは。窓締め切りでタバコ吸ってる車内には乗りたくない。よろしくお願いします。はい。そうじゃない？タバコ吸ってる人の近くに行きたくない。すいません。タバコ吸ってます。はい。本日は、だいぶ時間経ってしまったんですけども、こちらの動画でね、グラインダータトゥーをやってたんですけれども、ようやく第2回目やりたいと思います。ボンネットの塗装を前回剥いで、今回はグラインダータトゥーのラインを引く。これをですね、やってみたいと思います。なんかある？前、あれボンネットなんかラインになってなかった？ライン引いてません。それずっと昔のボンネットです。はい。今回実演では初めてなので、実際にね、どんな感じでラインを入れるかっていうのをやってみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速、このボンネットにラインを入れるんですけども、前回削ってね、ちょっとね、削り残しとかがあったんで、ベッドで改めて削り直しました。だいぶ綺麗に削れたでしょ。どこが削りはい、本当はね、ここちょっとめっきりしようかなって思って、それでグラインダーを入れようかなと思ったんですけれども、ちょっと手間だったんでやめました。はい。そして今回はグラインダータトゥーラインを入れるんですけども、これライン入れるに関してもそんな大差ないんだけど、このグラインダーの石によってラインの付き方が違うと。こういうので入れる人も入れれば、こういうので入れる人もいるし、あとまだこういうので入れる人もいる。何が違うかって言えば、線の太さが違うかなって、まあ、ビビたるものだよね。そして今回は、こっちが細い、中ぐらい、ちょび大みたいな、そんな感じなんで、まあ私は今回は細いラインで入れてみようかなと思います。これ細いやつなんで、あんまり立てちゃうと切れちゃうんで、なので軽くね、撫でる程度。で、鉄板をこういう状態でグイーンってやるのと、こういう状態でグイーンとやるのとだと、線の太さも異なりますんで、まあ軽く立てるような感じで、ジュイーンと削っていくような感じでやってみたいと思います。はい。それではじゃあ実際にね、もう。どのぐらいやつ何ミリとかあるの？何が？厚み？だいたい自動車は 0.8 ミリだね。はい。まあ実際にちょっと削りたいと思います。じゃあこの一番薄い刃をね、使いたいと思います。1.2 ミリの刃で、M さん見てよ。これ、視聴者の吉坊さんからですね、この動画でワンオフマフラーをオーダーしてくれた吉坊さんなんですけど、ワゴン R ほら LED、テールランプの LED 飛んじゃったじゃないですか。くれたんですよ。提供いただいた。これバレンティの斜めテールのタイプで、もうこれ昔から私欲しかったの。だけど廃盤だから出てなくて、で、中古でもあんまテールいいのなかったんですよ。ワンオフマフラーの打ち合わせをしてた時に、ちょうどその吉坊さんが持ってるんで、あげるよって言っていただいて、もう感謝感激雨嵐、本当にご提供いただいてありがとうございます。おかげで整備不良のね、車両じゃなくなりましたので、感謝しております。本当ありがとうございます。なので今、もう問題なく、綺麗に収まる。かっこいいでしょ、このテール。問題1個ある。何？マフラー代。マフラー代が何？私の手元に来てない。なんでお前にやらなきゃいけない？だってくれてやるわけねえだろ、お前なんか。くれろよ。お前なんかにくれてやるか。だろう。ということで、吉本さんね、このテールランプ以外もいろいろご協賛いただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。ぜひね、このマーブラックチャンネルにご協賛いただける方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。カーミーティングなんかの商品なんかでも使いたいなと思ってますので、ただ単に私が私服を懲らしめるために、使用するんではございませんので、もしご協賛いただける個人様、企業様いらっしゃいましたら、ご協賛の方よろしくお願いします。こっちにも。ということで、今、刃をつけました。これで早速ね、
ラインを引いてみたいと思います。これね、ライン引きはセンス問われるんで、正直私あんまりセンス良くないんですよ。なのでなんとも言い難いんだけど、とりあえずやってみたいと思います。はい。だいたいここの真ん中からね、この延長線上からここからユイーンって入れていこうかなと思ってます。ガイド入れないの？はい。ガイド。はい。ガイドは入れないの？ガイド？ガイド。下絵とかさ。入れません。おい。フリーハンドで入れます。男のグライダーです。はい。じゃあ行きます。ちょっとね、しばらく音量大きいんで、はい、行きます。さあここから5倍速で流してるんですけれども、まずはですね、こちらは刃を寝かした状態で太い線をつけてます。これ先ほどね細い刃で傷をつけると言ったんですけれども、刃を横にすることによって細い刃でも太めにつけることができます。それで今、ベースをですね作ってるような状況になってます。この太い線をつけてから刃をですねちょっと縦にしまして、その太い線の上に細い線を入れるという、ちょっとね2タイプの線を入れようとしました。まあ最初のうちは正直太い線が入っちゃったんで、これどうしようかなってずっと考えてたんですけども、それだったら刃を立てて細い線を後から入れればいいやっていうような感じで2タイプの線を入れるようにしました。でもうまさにこれ今縦に刃をねしてるんで、これで今細い線を入れてるような状況ですね。これでもう間もなくね終わるような感じになります。だいぶ線がついてきたんですけれども、私のタイプ9タイプのグラインダーだから結構重いんですよね。なので結構右腕がパンパンな状況なので、そろそろやめようかなと思って終わりにしました。パパ。はい、どうですか？私こっち側に立って撮影しろって言ったけど、はい。すごい鉄粉飛ぶの私の方に。飛んでます。まあ私のところもなんだかんだ飛んでました。手前より外の方がめちゃめちゃ飛んでる。すいません。暑かったんだけど。すいません。はい、ということで、今回は、このグラインダータトゥーは、ラインの今の入れ方は、最初太いのをバーッと全体的に入れたんですよ。で、その後に刃を立てて、そして、細いラインを入れてって、太いのと細いののツートンで下地が太くてやってみました。どんな感じで映ってる？上物が細い方はねキラキラしてて、そうで寝かしてる方は白くワイワイをしてる、そうなんです。太いのと細いのとで光の反射具合が違うんですよ。グラデーション作ったのね。そうなので、これでね、実際にやってみて、これでクリアとかをちゃんと足すと日に当たった時に綺麗に反射してくれるんで、これがまたね、たまらないんですよ。模様が浮いてくるのね。はい。グラインダータトゥーって好き嫌い分かれるんで、わらしべのスティングレーに一回これグラインダータトゥー入れたんですよ。だけどやっぱり好き嫌い分かれるんだろうなって思って元に戻したんですよ、削って。なので、今回は、これは私のリミテッドに入れますんで、はい。入れますよ。だけど M さんあれでしょ？これ全部銀のままだと思ってるでしょ？そんなことないよ。これ縁は黒で、それで、ここの部分もなんか色混ぜるかして、それで、うっすら程よく見えるような。黒でいいんじゃないの？だって黒好きでしょ？だから黒ベースだけど、ここをスモークにするか。全部黒で。それとも、二次候補のブルー、キャンディーブルーとかを交えて、グラインダータトゥーをギラギラにさせていくか。ちょっとね、そこら辺は考え中です。削るときのポイントとしては、どれぐらいの太さの線を入れるのかとか、マスキングとかでストライプを入れたりとか、なんかそういうような工夫なんかもあったりとかするんだけど、私はシンプルに線が引いてればいいかなっていうのが私は好きなんで、前に以前の車でもグラインダータトゥー3、4枚ぐらい作ったことあるんだけども、一応こんな感じで私が好きなラインかなと思います。この太い線と細い線のこっちから見たら、はい、外から人が見てる感じで。そうだね、前から見たような。
で、反対に立つと、はい自分側がでもね、見える。自分側って言っても、運転席からってボンネットなんか見えないじゃないですか。だから、あんまりわからない。外から見ない。女の髪みたいだよ。メデューサですね。イメージは。そしてこれ線入れるときに、一応私も、マスキングとかやってないんで、フリーハンドで入れたんだけども、一応それなりに気遣ってるのは、左右比でね、左右のバランス。これを、あんまり意識しないで、デレデレデレって適当に本当にフリーハンドでやりすぎちゃうと、バランスが悪くなっちゃいます。なので、まあ、あえて、シンメトリー、アシンメトリー考えてるんであるならば、まあ、それもありなんですけども、私は両方均等的にっていうのを考えてやりました。ただ、ここら辺の最初の刃のつけた部分は、これ結構ぐちゃぐちゃになりがちなんですけども、まあ、業者さん、プロの人なんかだと、ここに鉄板を入れて、そこからスタートさせるとか。鉄板を入れる。鉄板をここに一時貼り付けて、それでそこの鉄板の上から乗っけてスタートさせる。ああ、スタートの当たりが強くなっちゃうかそう、ら。ここがどうしても、はい、こんにちは。どうしてもここが、当たりが強くなって、へこみがすごいとか。要はこの終わりのように、滑らかにしたいってことね。そういうことです。それのために、ここに鉄板貼ったりとかあるけど、私はもうそのままダイレクトに行って、そして、雑だな。あんまり傷がいっちゃう場合、傷がいっちゃってる場合は、ここを慣らしてあげる。そう、ペーパーで。そう。撫でてあげて、ぼかすのね。そう。で、私はここら辺に関しては、黒で塗っちゃうから。だからあんまり、ここは露出しないところなんですよ。だから、私はそこまでここは気遣ってません。はい。問題はこっちだよね。こっちのなびいてる方をどうバランスよくやるかって感じなんで、まあ大体これ、エミさん均等的かなって私は思うんだけど、どう？私はノーマルがいいよ。違う、そういうこと言ったら、左右均等的な感じかなと思う。まあ、いい感じに広がってるんだね。まあ大体同じでしょ。左右比同じだと思いますので、一応ね、これでライン引きは終わりかなと思います。なんかある？なんもないよ。はい。あ、忘れてた。はい。はい。なんだよ。デニコデニコ。何のゼロで？収益とか。は？収益毎月1万円ぐらいしか入ってねえよ。わーい。肉もあげられない。肉ちょうだい。おめえにやるぐらいだったら台所の奥さんに貢ぐよ。なんつって。あ、もうこれね、アンチ来たよ。アンチいっぱい。大丈夫。私の視聴者さん、ほぼ9割9分男性なんで。はい。台所の奥さん見てないんで。はい。大丈夫です。はい。ということで、まあ、今回はこのグラインダータトゥーのライン引きということで、次回はですね、実際の塗装をやりたいと思います。まあ、この塗装するときにどういうカラーリングでいくのかとか、そこら辺なんかも踏まえてね、実際の実演の塗装を、マーブラックが塗装するのって YouTube では初めてですね、多分。したじゃん、このショートのやつ。あれは TikTok なんで。そう。だから、YouTube 上でマーブラックがガンで塗装するのは初めてだと思いますので、ぜひご興味あったらご覧いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンにしていただいてですね、あくびするな。違うよ。あくびしてんじゃないよ。ということで、通知をオンにしていただければと思います。最後に、カーミーティングにつきましては、8月13日日曜日に夏のマーブラック乗り物 TV カーミーティングをですね、富士スピードウェイにて行いたいと思います。お時間にご都合がある方は、ふるってね、参加していただければと思います。また、参加する方は、こちらのマーブラックの公式 LINE のアカウントに登録していただいて、そちらからですね、マーブラック乗り物 TV カーミーティングに対する詳細をね、お送りしますので、ぜひとも、こちらをご登録いただいて、詳細をですね、お待ちいただければと思います。一応今回はですね、オープニングとエンディングの前回同様の今使われているこの動画と一緒で、視聴者さんの車両を撮影させてもらって、まあダメな人はダメで全然大丈夫です。大丈夫な人たちの車両をですね、撮影させていただいて、そちらをですね、オープニングムービー、エンディングムービーの両方に使わさせていただこうと思っております。同時に、マーブラッククイズ、こちらをですね、やりたいと思いますので、まあ、何か商品を、こちらに関してもですね、私のワゴン R のテールをいただいた吉坊さんから
協賛いただいておりますので、こちらも商品の方ご準備しております。なので、ぜひともね、マーブラッククイズの答えは、マーブラックの動画の中から抜粋しますので、ぜひね、マーブラックの動画を全部くもなく見ていただいて、今配信されている動画の中から必ず出題されますので、マーブラックの動画を全部要チェックで隅々見ていただくと、間違いなしにクイズに正解できますので、商品は何がプレゼントかはまだお伝えできませんが、当日になってからじゃないとお伝えできませんが、ぜひね、問題の対策を行っておいていただければと思います。同時に当日はですね、マーブラック何かネットオークションとかで出品してるよりも安い価格でちょっとフリマチックな感じでやろうかなとも思ってますんで、こっそりですけどね、はい、やらさせていただきますんで、ぜひふるってご参加いただければと思います。もう一度言います。8月13日日曜日、富士スピードウェイ。時間等に関しましては LINE の一斉配信で送りますので、必ず LINE の登録の方よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。